グロバタ TV へようこそ。今日はこちら姫路をポタリングしようと思います。さあ今日はよろしくお願いします。実はこのね姫路でいろいろとね面白い活動をされてる藤井さんがね地域をご案内してくれるということで、どういうお仕事を今されてるんでしたっけ？今ですね、姫路城いたかもしれない侍のですね、はい、甲冑を作って、甲冑を作って、あ、すごいですね。それ手作りってことですか？そうです、全部自分おで。お。いや僕も実はねめちゃめちゃ戦国オタクでして、結構ねいろいろと今日はディープなお話を聞きながらこのね姫路の素晴らしい街をね散策していけるかと思いますので、じゃあよろしくお願いいたします。あ、この上がちょうどデッキになっていて、ここのだから昔のこの大手門というかこの通りのところが今もこうやってしっかりと整備されてるわけなんですね。ちなみにですけど、このこっち横串に大きな通りが何本か通ってるんですけど、はい、これは昔というよりは堀跡なんですよ。あ、お堀があったんですか？昔のその大きな水堀ですよね。はいはいはい。それはほとんどの他の都市も一緒なんですけど、このお堀はもう埋めてしまって大体国道なんです。はい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 。ここも変わらず東西横切る大きな道は堀跡を埋め立てた。これでも今でも城郭相当残ってますけど、そこに堀があったっていうことはものすごい広さの城の敷地というか、町包み込むから。あ、駅もまでも含めてもうちょっと南まで城の。そうなんですか。うわー、実はもうちょっと南行くと堀跡がまでずっと残ってて、はい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 、途中まで作ったような堀跡がもうちょっと市役所のあたり。海ってこれって結構離れてるんでしたっけ？海はね、いや結構近くて、あ、近い、車で言ったらまあ20分から30分行くともうほぼ海にあたる。はい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 、埋め立ててるのがもうちょっと遠い近かった。へえ。いやちょっと今日はディープな姫路のね、あ、これもしかして白鷺城の名のゆえんになってる白鷺ですか？そうですね。おー、白鷺のごとくね美しいお城としてねこの姫路は有名ですけどね、ちょっと今日はいろいろと探訪していこうと思います。あ、日本遺産にもなってるんですね。世界遺産ですから。あ、そっかそっか、そりゃそうだな。日本遺産どころじゃない。ああ、登録しかも30年ですね。へえ。あ、そうなんですね。革製品、お米からお酒も取れておそうめんに。へえ。あれ奥に見えてるのってまた別の鉄道ですか？そうですね、これ JR の山陽線っていう。あ、山陽線、私鉄ですか？私鉄なのかな。そうですね。JR 南側が山陽線。はい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 。山陽線ずっと東に行くと途中から阪神になります。あ、阪神もつながってるんですね。へえ。日本が今こっち走ってる。なるほどね。というかもうこの姫路あたりからずっと播磨東に抜けていくずっと JR 山陽とか2本こう走ってる。なるほどなるほど。ありがとうございます。姫路だと人口どれぐらいになるんですか？姫路市を多分7、80万ぐらい。あ、7、80万。そりゃすごいな。播磨地域でいうと明石加古川が30万ちょいなんですよ。おー、あ、じゃあ全然それより倍以上の姫路に集中してる。はい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 。すごいですね。大都市ですね。70万都市です。結構こう商店街とかもね。そうですね、昔ながらの商店街と南北ここら辺もじゃあさっき言ってたお堀になるわけですか？お堀はその通り。あ、向こう側、車の走ってるところ。おお、なるほどね。この辺りはいろんな町屋とか武家屋敷とかがいっぱいあったところです。そうですね、やっぱ城下町だからそういう武家屋敷とかそういうものがいろいろとねあったわけですよね、この辺も。いやー面白いですね。あと近辺特徴って言ったら元城下なんで車の通りが結構細いんですよ。ああ、なかなか入り込めない。はい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 。防御の意味合いもね。はい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 。直線ではなく。なるほどね。そうか、そういうのって意識しないと分かんないけど、武家屋敷だったらねありますよね、そういう迷路みたいになってるのが。あえてね細く作ってある。ですね。これあれです。満州皿屋敷の。はい。あ、なんか立派なこの鳥居が。はなんだろうか。12所。すごいですね。九宮様でもなんかすごい由緒がありそうですね。明治38年。お菊神社がこの左にあって、はい。明治の天守閣のところに井戸があって、はい。草の話してますね。お
菊さんの、はい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 。へえ、すごい伝説の残っている由緒のあるお宮さんですね。播州最初のさんって幽霊の話になってますけど、そうですよね。全然後々のなんでしょう、創作ストーリーって本当は全然違うっていうのが定説。あ、本当だ、お菊が書いて書いてありますね。藤棚が綺麗。その井戸は城内にあったんですよね。井戸は今明治の本丸のところです。おお、ついついね直接お城に行っちゃいがちですけど、こういう周りのところにいろんなね言われのあるものが残ってたりいたしますね。ああ、本当だ、お菊神社ね。お菊さんのストーリー、多分ウィキペディアとかいっぱい出てると思うんで、はい、検索してもらったらお化けの話が本当に大体のよくわかると思う。そうですね、ついついそっちの幽霊話になっちゃいがちですけど、実はね、すごく賢女というかね、賢いね。奥さんだったっていうのは。なるほどなるほど。こっちのこれ紋所は何ですか？柏？柏っぽい感じですか？そうですよね。わ、ここもなんか町屋がすごいいい雰囲気。へえ、しめ縄も立派ですね。12所だからいろんなところから合わせてお祭りしてるんでしょうね。3所とか5所はよく見かけるんですけど、12っていうのはかなりのね。なるほどね。いやー面白いですね。播州皿屋敷っていう感じですね。お、そこに石垣がちょっと見えてますね。ここも大通りのところってやっぱりお堀の場所だったんですね。あ、なるほどなるほど。すごいですね。結構走りましたけど、西の端の石垣があんなところにね。通りはいわゆる内堀ってやつですね。さっきのところは外堀ってやつ。内堀でそこなんだっていうぐらいですよね。すごいな。ぐるーっとこうね回ってきて、これからお城の方を探索していきます。お、天守閣見えてきましたね。こっからだとでも相当向こう側にあるな。めちゃめちゃ遠いいやでもね、駅から歩くとやっぱり正面から行ってこっちのアングルから見ないでしょうからね。おお、そうですよね。うわー、立派な石垣が。西の内堀の果てですね。橋も立派です。いやー、やっぱりでもこの姫路城はやっぱ桁違いにでかいですね。さすが日本一の国宝のお城なだけあって、あれなんか西国街道ってありますね。街道がもしかして、西国街道という京都から九州へ抜ける昔の幹線道路。はい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 。神戸の元町の商店街があれ辺全部ずっとそうですよね。多分そこからずっと続いてたんです。なるほどね。こっちのこの左が西国街道ですか？こっち側の。こっち側。なるほどね。こっち西国街道なわけですね。千葉川のつなぎ岩。そうですよね。海も近いし、やっぱりそういう運輸というか流通も。なるほどね。さあ、ここ西国街道をポタリングしていきます。なんかまたブラタモリっぽくなってきましたけどね。まさにこういうね、あえて姫路のお城の方へ行かずにこの周りのねディープなところへ行くっていうのもさすがポタリングならではの。そうですね。本当だ。西国街道の文化マップって、なるほどね。このお城の西のところから、さっきのね船つなぎ石のところから、そうですね、横切り回路、いろいろと残ってるんですね。面白い。今日はこの現代地がちょっと北側って今上に男山八幡宮、はい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 、ここに登って上から姫路城。いいですね。千姫天満宮。建物の名前も船場になってますね。街中なのになぜ船場かっていうと、やっぱりそういうね昔の名残が地名にも残っているっていうところですね。ここもずっと
船入りの場所って書いてありましたね。千姫を大河ドラマへって書いてありますね。千姫推し。千姫と姫路はどういう関係があるんでしたっけ？千姫さんは、ここにご襲名された方ですよね。どうされたね。そうですね。で秀頼公に嫁入りをするっていう徳川と豊臣の縁を結ぶために、ただでもねその政治の争いですごいなかなか難しかったっていうね。その後に出戻った後に本田忠時でしたっけ？はい。その時にこちらに。そういうことですね。大阪の陣の後の話なんですね。千姫も。こちらに来られたのは多分その後。あれだからね、秀頼の大阪城から救出するためにね、坂崎出羽守がそう救出したんだけど、ね、俺の嫁にくれって言って、いやお前じゃいかんとか言いながら、坂崎まで浮田でしたよね確か、岡山のね。という伝説があって、最終的に姫路に落ち着いたっていう形でこの千姫様がいるわけですね。さあ材木町から小無双町、一緒に追われて。真正面になんか小高い丘が見えますね。あれがさっきの千姫神社があるところ。うわ、このお家もすごい立派な。すごい立派な作りのお家が多いですね。これから行くのは男山。あ、そうですね。この鳥居も松平直友じゃない、直則、松平直則寄進、古いですね。400年近く前の、ちょっとこの由緒ある男山にさあ、このね男山、これからちょっと登っていこうと思います。この鳥居はね、江戸時代の本当に初期の頃のね、松平直則公の寄進って書いてありますね。350年ぐらい前の古い鳥居です。ここからあれですね、いろいろと姫路のお城を中心とした街並みが見渡せるっていうところなんですね。上に登れば一望できると思います。おー、素晴らしい。ここはフクロウの階段ってありますね。上り148段で往復で296のフクロウとなります。フクロウお願いお通りくださいね。厄除けのこのお宮さんでもあるみたいですね。お、千姫様の天満宮がこちらですね。徳川の葵の紋所と梅鉢の紋所、あれこれもそうですね。梅鉢じゃないですね。なんだかちょっと形が矢印ないですもんね、梅鉢だったら。ちょっとこの家紋はね、立派な水戸の御老公でおなじみの葵の御紋があって、おー、すごいですね。石段を登っていると姫路城の天守閣が木々の間からちらっとこう見えてきましたね。うわ、でもあそこの西の丸が千姫さんがいらっしゃるっていうところですね。あー、なるほどね。すごいなあ、あの多聞櫓も立派な回廊があんなところまで。改めてこうね、姫路城のこの規模感をね、円形で見ることによって感じられますね。お、なんか黒い蝶が。さあ、この石鳥居は榊原正国公寄進、越後からね移ってきた榊原公の寄進の鳥居をくぐって男山八幡宮お参りしていきます。なんかぐるーっとこうね
回ってっていろんな角度からお城が楽しめますね。うわーすごいな、やっぱりあの石垣こっから見たらほえー。あ、こっちがもしかしたらストレートの参道、裏からぐるっと千姫さんとことか含めて回ってきた感じなんですかね。そうですね。わ、これはまた急な階段やな。おお、これ登るのはかなり骨が折れそうね。多分迂回路の方が楽だったかもしれないですね。さあ展望台まで登ってきましたけど、すごいですね。この角度からお城が見える。おー、この城郭の立派さが一望できる場所ですね。ずっとこれがね、あそこまでずっと。そうですよね。ちょっと自転車通ってる。はい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 。ほー。この辺が駅ですかね。そうですね、あの正面のところね。大体でも向こうからのね角度でお城見ること多いですけど、こっちから見るとまた雄大さがね一望できますよね、本当。ちなみに真正面のちょっと平べったいビルあるんですけど、あれにちょっと隠れちゃってるんですよ。向こう側にちょっと平たい山があるの分かります？はい、ありますね。あれがメガ城ですね。え、何城？メガ城。メガ城。妻の鹿と書いてメガ。はいはいはい。黒田のお父さんの隠居。ああ、黒田官兵衛の小寺元隆そうですね。の隠居場所。あそこにお城があって、はい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 。姫路城、あそこ登るとこっち見えるんです。あ、そういうことですよね。だから姫路城もこの今の立派な城郭になったのは池田輝政の頃で、その前までは、この姫山のところの砦みたいな感じではあったんですかね。ちっちゃな砦で、東側の5着の小寺さんとこのただの市場でしかない。ちっちゃな出先だったんですよ。はいはいはい。立つのに対しての。はいはいはい。ここには、黒田さんが一応城代として入ったのが、きっかけで出世してるんですけど。なるほどね。あと秀吉さんが入ってきて結構大きくして。そうですよね。で池田でもさらに上になった。まあ出世の城ですね、ある意味ね。そうですね。そのね軍師官兵衛のね黒田官兵衛に始まり、ずっとその後ねここの姫路が立派になってこの今に至ると。まあ本当にね日本で一番この立派なね国宝で、もう世界にもね名高いお城ですけど、まあこの雄大さっていうのはねずっと見てても飽きませんね。やっぱりね、運よく戦争で焼けなかったっていうのは。そうですよね。それも大きいですよね。お隣のね岡山城も国宝だったけど戦火で焼けちゃいましたしね。この姫路のお城はこれだけ効果があったのか分かんないですけどね、網かけたんですよね。あ、その防空の上から見た時に見えないようにね。なんかあったし、後ろに網をかけてなんとか逃れたとか。へえ。網って言っても途方もないあれですよね。この天守閣のこれを上空の飛行機から見えないように隠したという話。まあでもね、そのおかげでこの立派なお城が残ってるわけですからね。先人たちの苦労を思うとね、綺麗にまた後世にまで残しておきたい綺麗なねお城でございます。日本にはまだまだ魅力的な場所がたくさんあります。これからもブロンプトンでのポタリングツアーを通じてその魅力をお伝えしていきますので、チャンネル登録、いいねボタンをいただけましたら励みになります。自分もツアーに参加してみたいという方は概要欄にあるリンクをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。